こんばんは、クリミナルです。今回はある女性が起こした恐ろしい事件をご紹介します。1958年11月18日、アメリカ・カリフォルニア州サンタバーバラコテージ病院の職員、オルガ・ダンカンが失踪した。出勤時間になっても職場に姿を現さなかったため、心配した同僚たちは家主に電話をし、調べてもらった。家主がアパートを訪ねると、ドアは開いたままでテレビも電気もつけっぱなしになっており、オルガは部屋にいなかった。そこで家主はオルガの夫、フランクに電話した。しかし彼は心当たりがないと答え、警察に妻の失踪を届け出た。オルガの同僚たちは結婚生活がうまくいっていないと聞いており、何かあったのではないかと心配した。数週間の捜査の結果、警察は事件性ありと判断し捜査を始めた。真っ先に疑われたのが夫のフランク・ダンカンであるが、妻のオルガとは6月に結婚したばかりで夫婦仲は至って円満だった。実はオルガが悩んでいたのは夫との関係ではなかった。エリザベス・ダンカンは1904年4月に生まれた。彼女は若い男を誘惑し、結婚と離婚を12回も繰り返していた。元夫たちから何かと理由をつけてお金をせびり、優雅に暮らしていた。彼女には娘が4人、息子が2人いた。中でも息子のフランクを溺愛しており、ずっと2人で生活していた。その溺愛ぶりは異常で、フランクが成人した後も2人は同じベッドで寝ており、毎朝ベッドまで朝食を運んでいた。さらに一緒に外出する際は手をつないで歩き、息子に女性が近づくのをひどく嫌った。1956年、エリザベスとフランクはカリフォルニア州サンタバーバラに引っ越し、フランクは弁護士の職に就いた。エリザベスはフランクが法廷に立つたびに必ず傍聴し、勝訴すると拍手を送り、敗訴すると舌打ちし、文句を言っていた。そして翌年の11月、フランクは一人暮らしをしたいと考え、エリザベスに黙ってアパートを契約した。息子にべったりだったエリザベスは大きなショックを受け、睡眠薬を大量摂取した。その後エリザベスはサンタバーバラコテージ病院に担ぎ込まれた。そしてエリザベスの看護に当たったのがオルガだった。フランクはオルガに一目惚れ、彼は猛アタックし交際がスタートした。ただエリザベスは面白くない。エリザベスはオルガの悪い噂を流し、フランクにはあんな女とは別れなさいと説得した。しかしフランクは母親の反対を押し切って1958年6月にオルガと結婚した。怒り狂ったエリザベスはオルガの職場に頻繁に嫌がらせの電話をかけ、地元紙にこんな広告を出した。私は本日6月25日以降、母であるエリザベス・ダンカン以外の者による契約に基づく債務は一切負わないと宣言します。フランク・ダンカン。エリザベスは息子の名前を勝手に使って、フランクがオルガの債務を一切負わないと高らかに宣言した。さらに彼女は新居の玄関のドアを蹴って息子を返せとわめき散らした。その結果、フランクとオルガは結婚して2週間で別居せざるを得なくなった。ただ、婚姻は取り消されなかった。するとエリザベスは恐ろしいことにオルガの殺害計画を立てた。知人からルイス・モヤとオーガスティン・バルドナードを紹介してもらったエリザベスは$6000の報酬でオルガの殺害を依頼。金に困っていたルイスとオーガスティンはその依頼を承諾し、前金として$175を受け取った。事件当日午後11時半頃、ルイスとオーガスティンはオルガの家を訪ねた。そして応対したオルガに酔いつぶれたフランクを連れてきた。運ぶのを手伝ってくれと話し、外に連れ出した。そして銃で脅した上で誘拐した。ただルイスとオーガスティンは素人同然であった。彼らは銃でオルガを手にかける予定だった。しかし彼女を車に押し込もうとした際に抵抗され、銃で頭部を殴った。すると銃が壊れてしまい使えなくなってしまったため、両手でオルガの首を絞めた。しかしオルガを死に至らしめるのに失敗し、
ハイウェイ脇に彼女を生き埋めにしたのであった。依頼された任務を完了した2人は残りの報酬をもらいにエリザベスの元を訪れたが、渡されたのは$200の小切手のみ。約束が違う。$6000のはずだ。怒った2人はエリザベスに詰め寄った。するとエリザベスは、今日警察にあんたたちの話を聞かれたわ。でも黙っておいてあげたわ。警察にマークされてるから今あんたたちに高額の小切手を切るのは得策ではないわ。ほとぼりが冷めるまで待ちなさい。と切り返した。すると2人はその話を信じ引き下がった。エリザベスの方が一枚上手であった。こうして計画通りエリザベスはオルガを葬った。しかし彼女はあるミスを犯した。知人のエマ・ショートを計画に巻き込んだのが失敗だった。事件の3ヶ月前、エリザベスは知人のエマにオルガの叔母になりすませと指示を出した。そして息子のなりすましとしてある男性を雇い、虚偽の婚姻取り消し申請をした。そしてエリザベスはこのエマにオルガを殺める計画を漏らしていた。警察は捜査の初期段階からエリザベスが怪しいとみて周辺を調べていた。そこへ虚偽の婚姻取り消し申請がなされたことで警察がエマに事情を聞いた。するとエマはなりすまし行為を認め、さらにエリザベスがオルガを殺めるために殺し屋を雇ったと供述した。こうしてルイスとオーガスティンの身元が割れ、エリザベス逮捕につながった。ルイスとオーガスティンは死刑を回避したい一心で洗いざらい喋った。対してエリザベスは心神喪失を理由として無罪を訴えた。しかし3人とも有罪となり、1962年8月8日、エリザベスとルイスとオーガスティンはサンクエンティン刑務所のガス室で処刑された。生前エリザベスは看守に結末を知っていたとしても同じ事件を起こしたかと質問され、即答ではいと答えた。処刑直前、エリザベスの最後の言葉は、私は無実よ。フランクはどこ？会いたいわ。その時フランクは刑執行回避の動きをとっており、その場にはいなかった。母親が立てた恐ろしい計画によって愛する妻を失ったフランクは、弁護士として母親の無実を信じ、裁判を戦ったが、死刑判決は覆らなかった。カリフォルニア州において、最後に死刑執行された女性が、このエリザベス・ダンカンであった。エリザベスは息子のフランクを溺愛し、他の女性に息子を奪われるのを拒絶しました。これは支配欲から来ていると思います。エリザベスは子供の幸せより自分が幸せになりたかったのでしょう。そしてその幸せにはフランクが必要だったのだと思います。フランクは母親以外の女性も好きでしたが、エリザベスはフランクが他の女性と接触するのをひどく嫌っていました。その結果、女性とのコミュニケーション不足が生じ、フランクは女性との会話がぎこちなかったそうです。息子を愛するのはいいと思います。ただ、過干渉になってしまうのは問題です。適切な親子の関係ではなく、支配になってしまうからです。親と子供の関係は適切なバランスが重要であると言えます。ある日本のテレビドラマでこんなセリフがありました。母親の一番の不幸は息子と結婚できないこと。エリザベス・ダンカンも同じ思いを抱いていたのかもしれません。